ヤギ座さんの皆さん、こんにちは。今回はこれを見てくださっているヤギ座さんの皆さんに急激に決まることというテーマでカードリーディングを行ってまいりたいと思います。皆さんが見てくださっている、その時がですね、まさにそのタイミングということでタイムレスリーディングとなっております。ぜひ惹かれるメッセージをお受け取りいただいて、日々の生活にご活用いただけると嬉しく思います。それでは早速見てまいりたいと思いますが、まずはですね、現状から、ちょっとねチェックしていきたいと思いますので、タロットで引かせていただきます。まずこちらとこちらです。はい、それではカードをオープンしてまいります。せーの、はい、ペンタクルのエースが出ています。そしてせーの、はい、カップのナイトが出ております。はい、まずですね、ポジティブな何かポジティブなお知らせという意味でのペンタクルの1番がですね、一番大きな部分として直感的には感じているのですけれども、やはりですね、今まで積み上げてきたご自身の見てくださっている皆さんのね、ご自身の実績の部分でですね、何か成功していたりとか、ご自身の中でちょっと手応え的に何かを掴んでるよっていうようなことが終わりだったりとか、喜ぶべきタイミングですっていうような方もいらっしゃるでしょうし、ちょっとね嬉しいことがありましたっていうようなぐらいのね、そういったニュアンスに捉えていただけるといいかなと思うんですけれど、そういったちょっと喜ぶべきようなことが終わりだったっていうようなことがあったりとか、あとはポジティブな何か意味合いにおいて取れる変化が今ご自身の中にやってきてるっていうような方もですね、きっといらっしゃると思うんですよね。今蝶々がいるんですけれども、さなぎから蝶にね変化していくように、今何かご自身が羽ばたくべきタイミングというところで、ちょっとご自身の中でね葛藤が終わりでしたっていうような方ももしかしたら中にはですねいらっしゃったかもしれないですけれど、やはり思い切って飛んでみよう、思い切って飛び込んでみようっていうようなところで、新たなチャレンジ、ご自身の中で変化を迎えましたというような流れをですね体験していらっしゃる方も同時にいらっしゃるのかなというようなですね、いろんな意味でポジティブに受け取れるような内容というのを指し示してきております。で、お気持ち、先ほどから申し上げているようにちょっとねお気持ちの中での葛藤っていうのが若干終わりだった部分、もしかしたら終わりかもしれないですけれど、それも成長段階におけるプロセスというふうにも受け取ることができて、やはりカップのナイトですからね、しっかりと前に一歩ずつ着実に進んでいるという部分と、やはり直感的に冴え渡っている部分というのも終わりなのかなというふうに思います。進むべき道であったりとか、先ほどからその何かねご自分の中の揺さぶりというような感情的な部分ですよね。そういった部分が出てきたとしても、ご自身の進むべき道というのはこういった道なんだというようなところで、ご自身がしっかりご自身を軌道修正している部分というのもですね、カップのナイトから示してきている部分としてあります。あとはですね、何か直感的に優れている部分というところから出会いがありましたっていうような方がいらっしゃったりとか、ドラマティックな展開じゃないんですけれど、ご自分にとってみたら何か衝撃を受けるような出会いであったりとか、人との何か交流ですよね。そういった刺激を受けるようなお相手様との何か接触があったりとかね、お仕事上で何かご自分がやる気をもらえるような、そういった人から影響を受けましたっていうような出会いがあったりってことも、もしかしたら終わりだった方いらっしゃったかなっていう部分ですね。そういう何か2枚ね共に見た時に、どちらにしてもポジティブに受け取れる意味合いのメッセージが2枚出てるんですよね。なので幸運期といえば幸運期とも言えますけれど、ペンタクルの1番ってすごくね幸運期にすごく
幸運期と言えるようなカードっていう風にもね伝えることできますけれど、その何かね嬉しいこと、吉報、ご自身の中ではそんな無意識的な部分ではそうかもしれないなっていうぐらいに感じるっていうようなね方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけれど、何かどちらにしてもですねエネルギー的にそういった作用を受けているというような方もいらっしゃるかなというふうにですね、いろんな意味合いでいろんなところから見てポジティブというふうにねお伝えできるようなメッセージ性が2枚出ております。でこの中でじゃあね今これから急激に決まることがねどのような風になっていくのかという部分をですね早速見ていきたいと思いますので、カードをまずは引きたいと思います。まずはですねこちらですね。はい、こちらです。はい、では上からオープンしていきます。せーの。はい、ソードの10番です。そしてせーの。はい、ソードの、こちらがですね9番が出ています。はい、どちらもソードですからね、ちょっとご自身の中では、ご自身の感情がちょっと揺さぶられるようなことっていう部分ですよね。そういった部分でのニュアンスを示してきているカードが2枚出てきているわけなんですけれども、先ほど、幸運期ですねっていうような2枚のカードが出てきてくれていました。そしてですね、何かご自身の中では揺さぶりがあったとしても、しっかりご自身の軌道修正をしてご自分の進むべき道っていう指針を持ってですね前に進んでいるっていうような、すごくね、指し示している部分としてはポジティブっていう部分でしたよね。でその流れの中でこの2枚が出てきてくれてるんですけれど、これやっぱりですね変化、何か夜明けの到来という部分の、ソードの10番がまず一番最初に出てきてくれてるんですよね。でご自身の中ではここにもしたどり着くまでにはですねソードの9番が出ています。なのでやっぱりご自分の感情、このねやっぱりこの自分の中で、夜明けが来ました、やっぱりなんかここにすっきりしたとか、そこまで到達するっていう部分に至るまでにはですね、そのご自身の感情ですよね、ご自分がそこをちょっと通り抜けるじゃないんですけれど、抜けていくというふうな意思を持ってですね、しっかりとご自身と向き合っていく部分という部分を示してきてくれているのがソードの9番、チャンスカードというふうに私は呼んでるんですけれど、ちょっとねご自身の中では感情の揺さぶりという部分があったりとか、漠然とした不安というのが出てくる方っていうのも若干出てくるかもしれないです。でそれがお人によって、周りからの影響によってそういった気持ちがねいきなり急に出てくるよ、急激に決まることというテーマでリーディングをさせていただいてますから、何かご自分が前に進んでその景色を見た時にちょっとご自分がカルマ的な気持ちの中で、別に何も今は問題がないのにどうしてこんな気持ちが湧き上がってくるんだろうっていう方もですね、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんし、もしかしたらそういったことを意識的にご自分が捉えてね、今こういう感情はあるかもしれないなっていうふうに捉える方もいらっしゃるかもしれませんし、人によってそのねケースであったりとかシチュエーションというのはまたちょっと違ってくる部分というのがありますし、それがお人によってであったりとか、もしかしたら対お仕事であったりとかね、ご家族との関係性であったりとか、そういった部分においてもまたちょっと変わってくる部分はありますけれども、どちらにしてもご自分の奥底、潜在意識下の中に眠っている記憶であったりとか、ご自分の感情の揺さぶりというのが若干急激にね起こってくる部分っていうのがあると思いますが、これは怖がらないでくださいねっていう風に言ってくれているのがなんとこのソードの10番なんですね。ソードの10番は全てを悟った上でご自分の中でその前に進んでいくというような夜明けのカードという風になっていて、9、10と続いている部分というところで、やはり急激にこのね流れがやってくるっていうことは、これが短時間で収まるっていう部分も示してきてくれている部分としてあります。なので、怖がらないというのが一番ね
大切なポイントという部分はありますけれど、これを通り抜けてしまった時のじゃあこの景色はご自身にとってどんな景色なんだろうっていうことをね、まずは想像してみてほしいっていうことがこの2枚のカードからの、メッセージっていう部分として今直感的に感じています。そしてそれがですね、一時的にはご自分の中でちょっと嫌だなとか苦しいなっていうような感情だったとしてもですね、長いスパン、ご自分の中の人生においての長い目で見た時には、こういったところを通ってきたことによっての次これだったんだっていうようなところでの何か悟りであったりとか理解っていうようなところにつながっているっていうことですね。そういうことを伝えてきてくれておりまして、今ねこのね月が私はちょっと気になっているんですけれど、やはりねちょっとこう明るい兆しっていうのが見え始めてるんですよね。で今ですね幸運期ですねっていうお話、現状でお話しさせていただいたんですけれども、このね光っていうのがどんどんこう割合が増えてきていて、そしてどんどんねその割合がご自身の中に満たされていった時に、そのねご自身の中でもしかしたらご自分の中のしこりと思っているようなお気持ちであったりとか、どうしても手放せないというようなカルマ的な感情というものが、光がねそういった闇ではないですけれど、ご自分の中のしこりという部分を埋め尽くしてね溶けていくような段階というところで、急激にそういったいろんな出来事というのがバタバタと起こってくるというような流れも、もしかしたらお人によっては終わりになるかもしれないですけれど、早速ねこういった起こりうることの中でですね、アドバイスを見ていきたいと思います。まずはこちらです。こちらですね。はい、そしてここで、テーマもね引いておきたいと思います。はい、こちらです。はい、それでは上からオープンしていきたいと思います。せーの、はい、ペンタクルのナイトが出ています。はい、そしてせーの、はい、ワンドの6番です。まずねこのナイトって今現状にナイトが出てますね。そしてアドバイスでもナイトが出ました。でちょっと気になるのがやっぱりねこう道に、今ご自身が望んでいる道っていうのを進んでますっていう風に意識的に感じている人は特になんでしょうけれど、もし無意識的です、何にもそういったことで目標をね今何かご自分の中で突き進んでるというような表立って目標は大してないと思うんだけどなっていうようなね、ちょっとこう無意識的な部分での何かこう、潜在意識下の中でね起こっているというような方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけれど、そういった中でですねご自分が今ご自分の意思を通してですね進んでいる道がもう指し示している、ご自分の中でですね自分はこういう道に進んでいくっていうようなところでご自分自身を引っ張っているっていうようなところのメッセージの中で、やはり今ねそういった道中をもう本当にポジティブに進んでいる最中なんだっていうところなんですよね。でその自分の、ポジティブさというものから決してぶれないようにっていうようなですね同じような意味合いでのメッセージなんですよね。そしてペンタクルですから、より現実にそういった何かご自分の中でそぐわない気持ちがあったとしても、現実的にそういった気持ちをちゃんと据えてくださいねっていうような、そういったすごく地に足をつけるようなメッセージが届いてるんですよね。でしっかり今ねご自身の中でそういったお気持ちを本当にこう植え付けるんではないんですけれど、本当のグラウンディングの意味において今しっかり基盤を持っておく、グラウンディングでその自分のね地面をしっかりとするっていうことが、やはり今このタイミングはすごくこう自分に立って根付く時期なんですね。で根付いていくことによって今度何か同じようなことがサイクル的にやってきたりとか、ご自分の中で同じなんだけどちょっとシチュエーションが違うというようなまた違った現実がやってきた時に、その対処っていうのがどんどん早くなっていくよっ
っていうようなことも伝えてきてくれていて、本当にね、シチュエーションを変えて変わることってあるじゃないですか。嫌だなっていうふうに思っている人がいなくなったとしてもですね、なんかこの人いなくなったのにまた嫌なことがあるっていうようなことってあったと思うんですよね。一度や二度そういった経験があるっていう方もきっといらっしゃるかもわからないのですけれど、そうやってご自分の中で何かまた同じような現状が起こった時に、やはり今ご自分がしっかりと基礎を作っていくということが、これからのね、ご自分の将来づくりにとってすごくね、深く関わっているっていうところを伝えてきてくれていて、それがね、すごくね、ご自分にとってのポテンシャルであったりとか、自分の成功ですよね、成功に対してすごく近づくためのね、近道になってるんだっていうことをですね、伝えてきてくれている部分がこのワンドの6番からも同じような意味合いなんですよね。そしてそうした時にサイクル的にね、同じようなことを場数を踏んで、これもできるこれもできるっていうできる体験が増えていった時に、周りの目っていうのがどんどんご自身に対してちょっと称賛じゃないですけれど、どんどんとね、価値づけが変わってくるっていう部分も伝えてきてくれていて、周りがね、ご自身を見る目が変わってくるっていう部分としては、やはりご自分がどんどん輝いてくるっていう部分をね、一つお伝えできるかなというふうに思います。なので本当の意味で今が踏ん張り時というかね、これからが踏ん張り時っていうところもお伝えできるかなというところをお伝えさせていただこうかなと思います。そしてさらにですね、ちょっとね、今回のテーマちょっとね、見てみたいと思います。先にせーの、はい、カップの2番です。はい、これね、今こういうふうに対人といるような、意味合いでのね、メッセージというわけではなくって、今回はですね、何かご自分の調和ですよね。自分と一致すべく起こっていることということをこちらのね、カードから一番ね、メッセージとして感じるんですよね。なのでやはりですね、このご自分と一致して、ご自分の中で私は本当にこういった気持ちがあっても大丈夫なんだ、自分はこれは持ってるけれど今これがしたいとかですね、そういうふうにいろんな感情に対して自分が OK を出せるっていうことが、どれほど自分にとっての調和であったりとか自由であるのかっていうことをですね、いかに今ね、自分の中でそういったことをですね、悟っていくというか、これをね、乗り越えていくことによって、そういったことがまた一つ自分にとっての自信、先ほどのアドバイスにもありましたけれども、自分にとっての成功体験であったりとかね、本当にそうやってですね、何がご自分にとって実際、サクセスストーリーになっていくかっていうのはですね、本当にわからない部分があって、この体験もうね、今ね、このリーディングで出ているこういった何か夜明けのタイミングですよね。もしかしたらお人によってはもう本当にこれをバネにしてね、乗り越えてやるぐらいの気持ちでさらにね、突き進んでいくっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけれど、そうやってですね、ご自分の気持ちをしっかりとそうやってつなげてね、私今だったらできるっていうぐらいの気持ちになるっていうことが、ご自分にとっての何かサクセスストーリーにつながっている部分っていうのがあって、それがですね、今回の、ご自分のやりたかったことというかですね、心の潜在意識下の中ではこういったこと、もうそういった体験は終わりにして、もうそれはもう目いっぱいもう自分の中で体験し尽くしたっていう風にね、何かご自分の中でもう一回それをですね、踏ん切りをつけて、何かそれで一つ区切りをつけて、そして前に進んでいく、何かけじめをつけるっていうタイミングであるのか、その辺はもしかすると対人に対して何かご自分が伝えていかなきゃいけないというようなことが起こってくるというような方ももしかしたら出てくるかもしれないですし、そうやってね、ご自分の中で伝えるっていうことが逆に言うと恐れになったりとか、伝えてしまった時にどう思われてしまうのかなというようなところで、ちょっとね躊躇してしまったり、二の足を踏んでしまったりっていうようなことが起こりうる方もね、もしかしたらいらっしゃるというようなこともあるかもしれないですけれども、それもですね、きっとご自身の中で今だからこそできること、何か感情的になるのではなくって、やはりですね、今だからこそ自分はこうなんだとかですね、ご自分の表現であったりとか、今進んでいる道に対してしっかり自分が手綱を踏んで進んでいくというようなところでね、しっかりご自分を
リードしていくというところで、今調和が起こっているテーマになっているっていうことをですね、このテーマさんが伝えてきてくれております。そしてですね、キーワードちょっとね、ここのタイミングで引きますね。まずこちらですね、こちらと、あともう1枚ちょっとキーワード引きます。はい、じゃあこちらまず引きたいと思います。せーの、はい、こちらです。せーの、はい、こちらです。でね、今この2枚のカードから、ちょっとキーワード引いた時にね、うわーっとこうメッセージが自分の中にこう湧き上がってきたというか、そういった部分があって、やはりですね、何がいいとか、こういった心配事が起こりうることがいいとか悪いとかというような判断ではなくって、恐れが起きることが悪いのかいいのかというような判断ではなくてですね、全てがご自分の中における何かこう転換期、化学反応なんだっていうことですね。そういった自分の中でこういろんなことが融合して、今までの経験が悟りを得るための何かご自分の中でさらなる深い意味での理解というものにこう深まっていくようなね、行くべくタイミングなんだっていうところで、今までねどんどんそれに近づいてきていて、ようやくそのタイミングみたいな風にですね、今このカードを見た時にわーっと伝わってくるわけなんですよね。でそれがご自分にとってのとてもギフトで、その先に進むべくして何かこう夜明けが近いというようなところも伝えてきてくれている部分があるわけなんですけれど、全ての答えはやはりご自分の中にあるというところなんですよね。でやはりですね、先ほどからこちらのねキーワードからもお伝えさせていただきました通り、やはりね、いいからいい、悪いから悪いというような考え方というところはもうちょっとね脇に置いておいて、ちょっとねそういった答えではなく見方を変えてですね、答えを探すのではないんだっていうところで、ご自分の中の気持ちであったりとか答えというのはですね、もう知っている部分としてご自分の心の中にあるよっていうところですね。ご自分の心の中に全てがあるっていうところをですね伝えてきてくれていて、そしてまた夜明けなんですよね。なのですごくこう深い意味での悟りなんです。なのでこう人によっては大きな変化、何か精神的な部分におけるという部分が強いのかなっていうのをね、今回のリーディングは全体的な印象を受けますけれど、やはりね精神的な部分における何かの変化っていう時っていうのは、体調の変化であったりとか、自分の中でねやはり乗り越えていくべくして体感としての揺さぶりがあったり、現実的なものが何か向こうからねやってきて、さも自分が何かこうリアルにね恐れを感じているような体感、昔なのにもかかわらずですね、昔のことなのに今ねご自身がそれを味わってるかのようにね感じるような、そういった体感というものを味わう部分というのが若干おありになる方もいらっしゃるかもしれないですけれど、それが全てご自分のその何かねこう理解を深めるため、何かご自分の理解を確認するために、もう答えはこの中にあって、ご自分の気持ちの中に全てが答えがあって、そしてそれをね引き出すべくして何かを起こしてるんですね。そういったことを伝えてきてくれているので、何かこう悪いことというふうに考えるのではなくて、何かねこのタイミングはとってもこう深い、すごい深いんですよね。なのでその深いところをですね、ご自身の中でこうトントンとしているような、そういった何か優しいメッセージが全体的にすごく伝わってきております。なので急激に決まっていくことというふうになると、やはりですねご自分の意識改革であったり意識革命というのが急激に何か始まっていくタイミングということを、お伝えできるかなというふうに全体的な部分としてのねキーワードを通しての印象となりますが、ポンポンポンとねメッセージお伝えさせていただきましたけれども、聞かれるメッセージをねお受け取りいただきながらですね、ぜひ日々の生活に生かしていただけると嬉しく思います。いかがでしたでしょうか。
ヤギ座さんのリーディングは以上となりました。少しでも共感していただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もいただけますと大変嬉しく思います。それではですね、ヤギ座さんの、こちらのね、今もう本当になんかこう深い夜明けですよね。その静かな、もう静かなんだけど、こうちょっとなかなかちょっとないかなっていうような、ちょっと深いレベルのこう癒しの、癒しだなっていう感じですね。癒しのリーディングっていうか、こう癒しのメッセージというのかな、そういったところのメッセージになりましたけれども、こちらのねリーディングによって皆さんがさらにね最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しております。それではまたお会いいたします。ありがとうございました。